日記？何書こう。私のことなんか何を書くの？今日は朝起きて学校に行って、授業を受けて、放課後に東子先生のところに行ってお話しして帰ってきて、日記をつけることが私のためにいいって言われたから。誰に言うわけでもないし、何を書いたらいいのかもわからない。とりあえず、ご飯を食べてテレビを見て、お父さんとお話しして、それからお風呂に入って、今日記を書いている。あ、読み返すと恥ずかしい。なんか日記って苦手かもしれない。やめたい。今日は京子ちゃんと買い物に行った。イヤリングとブレスネットを買った。だけどそれをつけて外出するなんてちょっと恥ずかしい。京子ちゃんは似合うからかっこいいけど、私はあんまり似合ってないはず。可愛くなければ何をしてもダメだ。なんとなく損した気分。でも、お世辞かもしれないけど、京子ちゃんに似合うって言われて、ちょっと嬉しかった。今日は図書館に行った。東子さんがちょっと話していた精神分析とかカウンセリングとか、いろいろ難しい言葉を調べようかなと思ったけど、やっぱりよくわからなかった。私って頭悪いのかな？自分でもやっぱり自分が変なことを言っている気がする。京子ちゃんたちに話したらきっと変な顔しちゃうと思う。嫌だ。相談なんてできやしない。東子さんは心配なんてしなくていいとか言うけど、絶対私はおかしい。あんなの夢なんかじゃない。起きている時だって見えるんだから、私は絶対おかしい。悔しくて悲しくて学校に行きたくない。悪口を言われてるなんて。暗いなんて言われたって、私のせい？悔しい。涙が出てきた。急に明るく笑えないよ。京子ちゃんが羨ましい。こんなこと、またうじうじしてたら、みんなにもっと嫌われるんだよね。私は誰も傷つけてないのに、なんで私がこんな目に遭うんだろう。ともくんも笑っていたのかな。私は私でいいんだよね。今日、保健体育の授業でちょっとエッチな話で恥ずかしかった。京子ちゃんとかニヤニヤして私に話しかけてくるし、男子たちははしゃいでいた。ともくんも男子だからきっと一緒に騒いでいたと思うと、ちょっと嫌な気持ちになった。たとえそうだとしても、今の私には信じられない。いつか自然に理解できるようになる？そうだ、東子さんに聞いてみよう。先生ならお医者さんだし、恥ずかしくないかな。でも、変態みたいな目で見られたらどうしよう。やっぱりやめとこう。お父さんはこの頃妙に帰りが早い。学校のこととかいろいろ聞かれるから、ちょっとお父さんが嫌いになった。お母さんはこの頃、あんまり文句を言わなくなった気がする。私が変になったから気を使ってくれてるのかな。なんか惨め。このところ何にも見えなくなった。ひょっとしたら、私、治ったの？そうならすごく嬉しい。お父さんもお母さんも東子さんも、喜んでくれるかな。もう日記なんてつけたくない。今日起こったことなんて、特別なことなんて、あれだけだし。もう見たくない。なんであんな自分が思い浮かぶんだろう。もう何ヶ月も経つけど、きっとまたって思っても、ちっともなれない。こんな夢を見なくなりたい。普通になりたい。今日、お父さんがコンピューターを買ってきてくれた。学校を休むときは、これで通信教育を受けなさいだって。レインはちゃんと勉強してるのに。テストだってちゃんと受けてるのに。通信教育って一人ぼっちな気がして、なんか寂しい。この頃、京子ちゃんもあんまり口を聞いてくれない。私の気のせい？でも、買い物とかも、まゆちゃんとかと言ってるみたいだし。私、嫌われちゃった？
京子ちゃんは私といる時よりも楽しそうだもの。もう学校に行きたくない。でも、怒られるのも嫌。風邪で熱が出て今日も休み。もう3日も休んでいる。きっと学校のみんな、またズルしてるって思ってる。だから誰も来ないし。私、嫌われているもの。嬉しい。京子ちゃんやまゆちゃんがお見舞いに来てくれた。よかった。嫌われてないんだ。心配してくれてるんだ。早く風邪を治して学校に行きたい。ノートのお礼に京子ちゃんとまゆちゃんをケーキ食べに誘いたい。でも、喜んでくれるかな。風邪が治らない。もう1週間になるのに。ちゃんとお薬も飲んでじっとしているのに。またお医者さんに行くの嫌だな。本当にただの風邪なのかな。熱が出て汗だく。また着替えなきゃ。学校に行きたいのに行けない。不便な体。お母さんがつきっきりで看病してくれて嬉しい。なんだかお母さんを独り占めしている気分。おやつもリクエストしたりして、今日は特別優しかった。ありがとうお母さん。心配させてごめんなさい。なんで？ともくんが転校しちゃう。はじめはともくんと先生がお見舞いに来たって聞いてびっくりした。パジャマですごく恥ずかしくって、ちっとも顔も見られなかった。最後になるかもしれないのに。ともくんは私のこと気にしてくれたのかな。でもきっと違う。先生に言われて仕方なく来たんだ。それで全然話さなかったんだ。でも最後に握手できてちょっと嬉しくって悲しくって涙こぼれそうになって。私ちゃんとお別れの挨拶もできなかった。私って嫌。今日は日曜日。看病してくれたお礼でお母さんの代わりに私がご飯と洗濯。ご飯はちょっと失敗しちゃったけど、洗濯はちゃんとできたかな。お父さんが焦げた卵焼きを無理して食べてくれて、本当に優しいお父さん。でも、食事中にビデオを回すのはマナーが悪いと思う。それにしても、お父さんのパンツってなんであんなに大きいんだろう。私のシャツと同じ大きさ。お母さんのブラジャーが大きいのと同じかな。男の人って胸が大きい人が好きなんだって聞いたことあるけど、何のため？誰かに聞いてみたいけど、やっぱり恥ずかしい。久しぶりの学校。意外と誰も気にしてないのかな。心配して損した。でも普通でよかった。ノートを貸してくれたお礼を京子ちゃんに言った。でも、京子ちゃんのノートっていたずら書きがいっぱいで、ちょっと楽しい。私のノートと比べると、まるでおもちゃ箱みたい。神谷先生の似顔絵がそっくりで笑っちゃった。お母さんに見せたら、バカなことしてないでちゃんと遅れた分勉強しなさい。だって。先週とはまるで別人。嬉しい。ともくんから手紙が来た。元気ですって一言しか書いてなかったけど、手紙が増えただけで私は嬉しい。ずいぶん遠くに行っちゃって顔も見られないけど。今までは私が見てるだけだったんだもの。ともくんから手紙が来るだけでこんなに嬉しいなんて。返事を書かなくっちゃ。新しい便箋、明日買ってこよう。でも、ともくんはきっとクラスのみんなに書いたんだよね。私だけ特別なんて、そんなことあるわけがない。明日は京子ちゃんに、ノートのお礼にケーキを、学校の帰りにごちそう。二人で街に行くのも久しぶり。登下校の買い物は本当はダメなんだけど、みんなやってることだし、私がたまにしても。そうだ、お母さんにお小遣いもらわなくっちゃ。お土産でお父さんとお母さんの分も買ってこなくちゃね。京子ちゃんに嫌われちゃった？ともくんからのハガキ、来てない？女子でもらったのって、私だけ？そんな。多分、京子ちゃん怒ってた。どうしたらいいんだろう。私、
慌てちゃって便箋買うの忘れちゃった。神様、どうか京子ちゃんと仲直りできますように。私だけが特別だったら、なんて考えると、ほんの少し嬉しい。ともくん、ありがとう。京子ちゃんがやっぱり怒っている。実験室に行くとき、一緒に行こうと思ったら、まゆちゃんたちと出て行っちゃった。ダメ、もう嫌われちゃった。あんなこと言わないでいれば、こんなことにはなんなかったのに。謝っても、なんであんたに謝られなきゃいけないのって言ってたし。もう、私のこと嫌いになったんだ。本当に嫌われちゃった。今日も日記につけるようなことはない。トウコさんのバカ。トウコさんが言ってた話なんて信じられない。絶対元に戻らないよ。だって、もう嫌われちゃったんだもん。日記も書き続けなさいなんて。私には日記なんか必要ない。書くようなことなんてないんだから。毎日同じように学校に行ってるだけだもん。休み時間も給食も一人だし。誰も話しかけてくれないし。ひどい。机に落書きなんて。京子ちゃんは相変わらず口を聞いてくれない。私、そんなことしてない。ともくんと付き合ったことなんてないのに。みんなニタニタしてた気がする。もう学校なんか行きたくない。神谷先生が家に来て、お母さんと話していた。お母さんは困った顔をしていた。これ以上欠席すると、卒業できないんだって。お父さんとお母さんが夕ご飯の後で話していた。お母さんは泣いてしまって、お父さんは困っていた。私は悪い子？私なんか消えちゃえ。今日、お父さんが会社を休んで、一日中私とお話ししてくれた。優しいお父さん。転校したら、また友達できるかな？学校、楽しくなるかな？ともくんのいる学校に転校できないかな？また先生が来た。中学には行けるらしい。お母さんは先生に何度もお辞儀をしていた。ごめんなさい、お母さん。中学に行ったら、もう迷惑かけないようにするからね。今日、学校に行ったら、神谷先生から、卒業が決まったから、無理して学校に来なくてもいいって言われた。私が来ると嫌？面倒だから卒業させて、追い払いたいんだ。でも、もう二度と行かないから。私ってここにいる意味あるの？誰か私を必要としてくれてる？お父さんに買ってもらったナビに名前をつけた。レインって。もう一人の自分。たった一人の友達。でも、中学に行ったら、本当の友達を作るの。はじめが肝心？明るくすれば、嫌われないかな。パソコン通信の話をお父さんにしたら、いろいろ難しい設定をやってくれてつながるようになった。お父さんもいろんな本を読みながら、二人で5時間ぐらいかかってつながった時に、お父さんたらお母さんまで呼んで大喜び。家族3人でこんなに喜んだことってしばらくなかったんだって気づいた。私が学校に行かなくなったりして、それからお父さんもお母さんも楽しくなくなっちゃったんだよね。ごめんなさい。ネットワークって不思議。ここなら顔も見せなくできるし、恥ずかしくない。なんだか違う自分になれそう。いろんな人がいて、私なんかトラブルだらけで困っていると、親切な人がいっぱいいて。私がこんなに親切にしてもらえるなんて、嬉しくて仕方がない。今日も一日中ネットで遊んだ。ネットの自分は驚くほど素直になれる。私のハンドルはレイン。そのままだけど、女の子ってわからないみたい。面白いことがあると、すぐメールで教えてくれるし、みんな仲良し。ここなら誰にもいじめられない。一日中モニターを見ていると目が痛い。でも目なんて悪くなっても私にはいいことだもの。プログラムなんて聞いたらなんか難しそうだったけど、
調べてみたら簡単そうなのもあるし、どうせ今の私には時間もあるから、ちょっと勉強しようかな。手に職があればきっと困らないもの。いつまでもお父さんやお母さんに守ってもらえないんだ。明日図書館に行って本を借りてこよう。オンラインで勉強してもいいけど、ずっとつなぎっぱなしだと、もしかして誰かが電話くれても、電話がつながらないかもしれないし、もしかして、京子ちゃん心配してくれてるかも。そんなことないか。ネットでゲームを拾ってきた。友達、ネズミ講ゲームって言って、友達にチケットを売ってお金を貯めていくゲーム。でも、あんまり調子に乗ってお金を貯めると恨まれる。それで私を殺そうとする人が出てくるから、その人を恨む人を先導するの。はじめはゲームだなんて思っていたけど、そのうち怖いっていうより気分が悪くなって泣きたくなった。ゲームの感想を送ってくれってアドレスが書いてあったから、正直に感想をメールした。私の居場所が汚されたようで、なんだか寂しい。私はこんなの好きじゃない。みんなが幸せに笑えて楽しめるものがいい。私には似合わないの？卒業式だったけど、やっぱり行きたくなかった。中学に入ったらちゃんと行く。絶対に。約束する。もうお母さんを悩ませたりしない。私の服、クリーニングに出してくれたんだね。ありがとうお母さん。ごめんなさい。みんな、私のことどう思ってるの？誰も何も思ってない？今日から春休み。って言っても、私はこれまでもお休みだったけど。図書館に入り浸ってユニックスの本を読んでいたら、隣にいた大学生ぐらいのお兄さんに変な目で見られた。難しい漢字や専門用語が多くて大変だけど、私はこういうのが好きなのかもしれない。全然苦にならないし、むしろ今は国語とか算数よりも面白い。英語がちょっとできるようになって、だいぶわかりやすくなったけど、まだまだわからないことはいっぱい。お父さんに今度聞いてみようかな。でも、お父さんもあのお兄さんみたいに、変な目で見るのかな。今日、メールと一緒に送られてきたファイルをデコードしたら、赤ん坊の死体だった。送り主はわからないようになってたけど、あの悪趣味なゲームの作者なのかな。なんだかメールを開くのが怖い。でも、私はここから離れられない。少なくとも、中学に行って普通の生活になるまでは。中学に行ったら、いろいろ忙しくなるし、友達と遊んだりで、ネットに来なくなるかもしれないから、今のうちにいっぱい勉強しよう。今日の夕食は寂しかった。お父さんが長期の出張で外国に出かけるんだって。いきなり言われたからびっくりしちゃって何も言えなかった。2ヶ月ぐらいって言ってたけど、突然涙が出てきちゃって、ご飯が食べられなくなった。お父さんは心配そうな顔をして、私のことを抱きしめてくれた。明日、お母さんと一緒に空港までお見送り。お父さんの仕事って大変そう。私も大人になったら仕事ができる人になりたい。お父さんみたいに自信を持って生きていける人になりたい。今日はお父さんのお見送り。お母さんも寂しそうだった。エスカレーターで何度も振り返って手を振ってくれた。帰りにお母さんがレストランに連れて行ってくれた。賑やかで美味しかったけど、明日からはお母さんと2人だけの夕ご飯なんだって思ったら、ちょっと寂しい。きっとお母さんも寂しくなるのが嫌だったのかな。神様、お父さんが無事に帰ってきますように。お母さん、レインとじゃ不安？私、おかしいし。でも、大丈夫よ。お母さんに迷惑はかけないから。ネットの仲間に、あのメールのことを話したら、うさぎさんって人がトレースの仕方を教えてくれた。ホストのログがまだ消えてなければ、追跡できるかもしれないんだって。本当はいけないことなんだけど、
なんだか探偵みたいでドキドキする。悪いのは向こうなんだから、ちょっとぐらい悪いことしてもいいよね。私はどうせ悪い子なんだし。私は性格に問題があるって言われても仕方がない。だって、私はおかしいんだもの。おかしいのが私？ねえ、おかしいよね、うさぎさん。昨日教わった通りにホストに入った。意外と簡単だった。私ってこういうことの天才なのかも。ログをダウンロードして調べたら足跡が残っていた。いくつかサイトを経由してどこかの BBS から送ってきたらしい。もう一度あの人にメールをして罠を仕掛けることにした。ああいうことをする人は絶対許さない。私はもう泣き寝入りなんかしない。自分の力で解決する。自分の力で。今の私はそれができるはず。やっぱりそうだった。メールを送ってから2時間もしないうちにバイナリメールが来た。ちょっと見てもいいかなって思ったけど、絶対変な写真だからデコードして完成させてからエンコードした。これであの人は二度とこんなことをしなくなる。彼のホストの情報をミラーサイトに公開した。画像関係の拡張子はどうせ変な写真だから見なかったけど、テキストも気持ち悪かった。でも本当に彼が犯人だったのか不安になってきた。全然違う人の ID で、しかも別な持ち主のデータだったら、もう二度とこんなことをするのはやめよう。他人ができないことをできるのは気持ちがいい。私って変？こんなに気持ちがいいことなんて。ひどい。でも仕方ない。私の日記が読まれている。コピーされて FTP サイトにいやらしいタイトルを付けられて公開されていた。削除したけど、もう20人ぐらいの人が読んでいた。なんでこんなことになっちゃったんだろう。そうだよね。私ができることぐらい、向こうもできるもんね。しばらくネットに繋がんないようにして、様子を見たいけど、こうしている間にもどこかのサイトにコピーされているかもしれない。検索エンジンと削除するロボットを今日中に作ってネットに流そう。でも、相手が私の日記のバックアップを取っていたら、きっとあんな変な人だから、絶対に取っている。悔しい。私だけじゃ勝てない。やっぱり私の力ってこんなもの。うさぎさんに相談しようかな。でも、なんとかなるかな。ひどいことや気持ちの悪くなることを楽しむ人って、本当に私と同じ人間なのかな。でも、そういう私はよくわかんなくなっちゃった。あの変な人がうさぎさんの知り合いだって？僕に任せて一切忘れてくれ。だって。悔しい。絶対復讐したい。泣き寝入りなんてしたくない。忘れたいことを全部忘れたい。嫌なこと。嫌な私。そんな魔法みたいなことできるの？入学式が近づいてきた。今度こそ私は変わる。楽しくて普通の中学生で部活なんてしちゃったり。あんまり同じクラスの子がいませんように。お母さんがお父さんと電話で話していた。私のことが心配？大丈夫だよ。安心してね、二人とも。久しぶりにまたあれが見えた。自己現像紙？それとも、私の頭はどこかおかしいの？病気でも、病気じゃなくても構わない。もうやめてほしい。歯磨きしてたら血が出てきた。歯槽膿漏かな。昔から歯は丈夫だったのに、血の味が口に広がる。ちょっぴり苦くて嫌な味。血が止まんなくて、なかなか寝れそうもない。それと明日の入学式が不安だから、ちょっと嫌な感じ。私は違うの。もう違う私なの。
入学式にお母さんが来てくれて嬉しかった。クラスにも小学校で同じクラスの子もいなくてほっとした。担任の先生も優しそうな先生だし、友達もできた。出席番号順に席が決められちゃったけど、クラスのほとんどはなんか違う。やっぱり付き合えない。でも一人だけ、隣の人とは気が合いそう。物静かな人だったけど、私にはそういう人が付き合いやすい。みさとちゃん、これからよろしくね。なんだか、これで何もかもうまくいく気がする。私には一人友達がいれば大丈夫。ああ、お父さん早く帰ってこないかな。今日はみさとちゃんといろいろな部活を見学した。みさとちゃんは運動は得意みたいだけど、私は運動はやっぱりダメだから、文化系かな。みさとちゃんはバイオリンを子供の頃からやってて、コンクールとかも出ていたらしい。すごい。パソコンもやってるみたいだったけど、私は言わなかった。なんだかネットのことは秘密にしておきたかったの。だって、ネットでは気を使わない自分でいたいから。やっぱり部活はバラバラになりそうかな。トウコさんのところに行って報告してきた。みさとちゃんのことばっかり話しちゃった。元気になったねって言われて照れくさかった。そういえばトウコさんは部活何やってたんだろう。運動とか得意そうだもんね。確かトウコさんはアメリカにいたって言ってたから、日本とは違うかもしれないな。みさとちゃんが私と一緒の部活にしようって言ってた。音楽はみさとちゃんとレベルが違うし、みさとちゃんも部活までは音楽はやりたくないって言ってたし。郷土研究会の人たちが優しそうだったけど、ちょっとなんだかだし。部活はやっぱり美術部にしようかな。絵は昔から好きだったから、なんとかやっていけるかな。みさとちゃんって私のことすごく大事にしてくれる。いつも私たち一緒。みさとちゃんが休んだりしたら、すごく寂しいな。もう一人ぐらい友達がいたらな。私って浮気症？なんかずるい考え方だよね。みさとちゃんは一人でも大丈夫なのかな。明日、休んでみたらみさとちゃんはどう思ってくれるかな。そんなことして試したら、嫌われるのは当たり前だよね。別に本当に休もうとしたわけじゃないのに、頭が痛くて、あれが見えて結局休んだ。お母さんも仕事に行って、一人ぼっちだった。小学校の時は割と平気だったのに、なんでこんなに寂しくて辛いんだろう。みさとちゃんのせいかな。お父さんに電話してみようかな。でも、国際電話って高いから、お母さん怒るかな。みさとちゃんは強いのかな。私が休んでも平気だったみたい。ちょっとがっかり？私って独占欲が強いのかな。もしかして、私以外にも友達がいて、私が独占してるだけ？やだな。疑ってばっかり。私、また嫌な子になってる。部活で先輩たちと一緒に画材屋さんにスケッチブックを買いに行った。パステルが可愛かったんで、クロッキーと一緒に買って、晩ご飯の前に絵を描いていたら、お母さんに怒られた。匂いが結構するみたい。私はそんなに嫌いな匂いじゃないかな。勉強も部活も頑張るぞ。ファイト、レイン。なんちゃって。無理してるの？無理なんかしてないよね。私。トウコさんの絵を描いたから、トウコさんのところに寄って店に行ったら、警備員のおじさんが今日は出張だって言ってた。忙しいんだな。お父さんがもうすぐ帰ってくるし、この頃いい感じ。あれも見えないし、ネットに久しぶりに行ってみようかな。うさぎさんともご無沙汰してるし、あの時のお礼をしなくっちゃ。前向きな自分が結構可愛い。本当に無理に笑ってない。これが私。ネットであれが見えた。こんなこと今までなかったのに。なんで？でももうネットに行く必要もないし、とりあえずうさぎさんにメールを書いておいたから、またしばらくアクセスしないようにしよう。せっかくうまくいってるんだもの。大丈夫よね、レイン。私はもう、一人じゃない。お父さんが帰ってきた。いっぱいいっぱい話した。自分のこと、部活のこと、みさとちゃんのこと。
お母さんがお父さんは疲れてるからまた明日にしなさいって言うまでずーっと喋りっぱなしで、お父さん疲れちゃったかな。ニコニコ聞いてくれたけど、お土産にクマのぬいぐるみを買ってきてくれた。目がクリクリしてて可愛い。名前は何にしようかな。お父さんってこんなにニコニコしてたかな。自分が変わると人も変わって見えるのかな。お父さんがトウコさんにってお土産を渡すように頼まれたから学校が終わって先生のところに行ってきた。なんかトウコさん元気がなくってちょっと雰囲気が変わってた。お土産の袋も開けなかったし。疲れているのかな。何が入ってたんだろう。化粧品かな。お母さんも化粧品とか高そうなバッグだったし。私もいつか化粧とかするんだろうな。この顔で化粧したら似合わないよね。みさとちゃんとかは大人びた感じだからきっと似合うよね。あ、お父さんがお土産余ったって言ってたからみさとちゃんの分ももらおう。でも変に高いプレゼントも良くないよね。だって私たちまだ中学生なんだし。みさとちゃんが学校休んだ。一人ぼっちってほどじゃなかったけど、ちょっと寂しい。部活もなんだか寂しくって早退してきちゃった。せっかくお土産を持ってったのに。明日はみさとちゃんが学校に来ますように。私にはみさとちゃんが必要なの。みさとちゃんは私が必要？今日もみさとちゃんが休んだ。先生に聞いてお見舞いに行こうと思ったら、昨日みさとちゃんのお母さんが来て、本人の希望でお見舞いはご遠慮させてくださいって言われたんだって。どこが悪いんだろう。あんなに元気だったのに。そういえば、みさとちゃんってあんまり自分のこと話さないもんね。私も一緒だけど、私の場合は話したら嫌われちゃうもの。みさとちゃんには本当は話したいんだよね。でも、私は臆病者だから。変わってない？それとも、臆病な私は死んでしまった方がいいの？みさとちゃんが学校に来たけど、まるで何にもなかったかのように普通だった。病気って何だったのって聞いたら、風邪だって言ってたけど、とにかく治ってよかった。明日渡せなかったお土産を持っていこう。久しぶりだったから部活はお休みして、帰りにアイスクリーム屋さんに行った。やっぱりみさとちゃんがいると楽しい。よかった、元気になって。これでいつもと同じ。何も変わらない。もう私は、これでいい。うさぎさんからメールが来てるかもしれないんで、メールだけチェックしてたら、また変なメールが来た。今度は女の人が裸で縛られて殺されている写真。でも、送り主がうさぎさんになっていた。うさぎさんがそんなことをするわけがない。またあいつだ。うさぎさんにメールで知らせておこう。信じられない。どうしてこんなことをするんだろう。もうメールを見るのも怖い。ちゃんと調べたい気もするけど、ネットにアクセスして、またあれが見えたら。せっかく治りかけてきたのに、もう私は病気なんかじゃない。そう、病気なんかじゃないんだ。トウコさんも言ってるもの。先生が言うんだから間違いないよね。信じていいよね。文化祭で出展する絵を描かなくちゃいけないけど、何を描こうかな。あんまり何が描きたいってないかな。副部長さんがなんか身近なものでいいよって言ってたけど、何かな。ビケちゃんとかミサトちゃんとかお父さんお母さんトウコさん自分人物ってなんか恥ずかしいな。似てなかったら恥ずかしくて嫌だし。ミサトちゃんは何を描くの？レイン？それとも私の知らない誰か？ミサトちゃんってパソコンで絵を描いているとか言ってたけど、私もやってみようかな。ミサトちゃんに教わってみよう。ソフトってこんなに高いんだ。タブレットも必要だし、スキャナーもあった方がいいし、何しろ今の機械だと辛そう。私のお小遣いじゃ絶対買えない。ミサトちゃんのうちってお金持ちなのかな？お父さんに相談してみよう。お金がないと何も買えない。
お金がいっぱいあったらいいな。何をしよう。お父さんにもお母さんにもプレゼントしたり、みさとちゃんといろんなことして遊べるな。想像するだけで楽しい。お父さんの会社の人でグラフィックをやってた人がいて、安く譲ってもらえそう。早く来ないかな。そうしたらみさとちゃんに家に来てもらって、いろいろ教えてもらおう。楽しみだな。そういえば友達が遊びに来るなんて何年ぶりだろう。部屋をちょっとは片付けて女の子っぽい部屋にしよう。みさとちゃんの部屋ってどんな部屋なのかな。きっと綺麗な部屋なんだろうな。私の部屋ってなんか女の子っぽさが少ないな。でも私には似合わないよね。私、わかってるんだ。今日、学校でみさとちゃんが男の子に呼ばれていたから、何だったのって聞いたら、付き合ってほしいって告白されたんだって。みさとちゃんは全然興味なさそう。私だったら、ちょっと嬉しくなっちゃうかな。告白した人、かわいそうに振られちゃったんだね。結構かっこよかったのに。かわいそう。みさとちゃんって綺麗だし、頭もいいし、モテるけど、男の子嫌いなのかな。すごく迷惑そうな顔してた。ひょっとして、私が知らないだけで、もう誰かいたりして。それも寂しいな。全部知るなんて無理だよね。私はみさとちゃんじゃないし。でも、昔の私だったら、私もそうしてたかも。みさとちゃんに、誰か付き合ってる人いるのって聞いたら笑われた。そうだよね。私たちいつも一緒なんだから。体育の着替えの時、みさとちゃんの胸を見たら大きかったな。私の胸はぺったんこ。羨ましい。そういえば、私はまだあれもないし。みんなはもう女の子になってるのに、私って遅れてるのかな。体なんてどうでもいいよね。大事なのは心だよね。心が病んでたら、誰も私を好きになってくれないもの。今日はトウコさんのとこに行ってきた。いつまで続ければいいのかって聞いたら、トウコさんは困った顔をしていた。治療だなんて思わないで遊びに来るつもりで来てくれればいいなんて言われても、今日だってみさとちゃんに言い訳するの嫌だったもの。みさとちゃんなんて思ったかな。みさとちゃんに秘密を作りたくないけど、でも正直に話すのも怖い。トウコさんはトウコさんでお仕事なんだもんね。みさとちゃんがプレゼントをくれた。お土産のお礼だって。みさとちゃんがバイオリン弾いている CD。すっごく綺麗な曲で、まるで夢の中みたい。本当に上手なんだな。渡してくれるときにちょっと照れていたのが、みさとちゃんらしくなくて可愛かった。みさとちゃんもあんな顔するんだ。私だけが知っているみさとちゃんが増えたようで嬉しい。お母さんに聞かせたら、あんまり受けなかったな。バイオリンの音が嫌いなの？新しいパソコンが家に来た。なんだかものすごく高そう。ちっちゃくって丸っこいんだけど、すごく速いらしい。今まで使っていた機械と種類が違うらしいんだけど、アプリケーションの操作は共通だからあんまり問題ないって言ってた。なんか自分がすごくなった気がして嬉しい。ありがとうお父さん。大きくなったら情報処理の関係の仕事とかやるのかな。せっかく勉強したんだから役に立てたいけど、でも機械としか仕事をしない人にはなりたくない。いっぱい人と会う仕事も辛いかもしれないけど。みさとちゃんが家に来てくれた。お母さんもちょっとご機嫌、かな。私が絵の描き方を教わろうと、部屋にみさとちゃんを呼んでからも何かと覗きに来てた。お父さんと一緒に4人で夕ご飯。楽しかった。あんまり教われなかったけど、また家に来てくれるって言ってたし。お父さんの車でみさとちゃんの家まで送ったら、やっぱりみさとちゃんのお家ってお金持ちの家がいっぱい建ってるところにあった。まるで夢みたいなお家。門のところまでみさとちゃんのお母さんが来て、お父さんと挨拶してたけど、すごい美人。女優さんみたい。やっぱりみさとちゃんみたいに綺麗な子は、ああいうお母さんから生まれるんだろうな。私のお母さんからは私しか生まれないよね。お母さんごめんなさい。でも、
今日は本当に楽しかった。生まれた時から違うんだね。でも、私があんなところで生まれてたら、みさとちゃんみたいに可愛い子になれたかな。文化祭に出展する絵は描いたけど、やっぱり私、才能ないのかな。みんなと比べると全然下手。みさとちゃんは上手だった。まだ途中って言ってたけど、そのままでも十分魅力的。ペガサスの絵なんだけど、空に吸い込まれていきそうな深い青の光が印象的で、まるでペガサスが本当に空を飛びそうな躍動感があって。私が描いたらきっと飛びそうにないかな。やっぱり自分の描きたいものを描くかな。本当は大好きなみさとちゃんを描きたいけど、みさとちゃん嫌がるかな。ちょっとだけ羨ましいよ、みさとちゃん。みさとちゃんは何でもできるんだね。私なんてネットのことぐらいしかみさとちゃんに勝てるものないよ。みさとちゃんの顔を思い出して一生懸命デッサンしたけど、似てるかな。お母さんに見せたら似てるかなって首かしげていた。お父さんは褒めてくれたけど、やっぱり自信がない。文化祭は諦めよう。あと、今日新しいナビの使い方がわかんなくて本をまた買ってきた。この種類のパソコンの本が少なくってあんまり選びようがなかったけど、とりあえず対応するコマンドリストが書いてある本を買った。ユニックスベースなんで割と馴染みやすいけど、アセンブラがよくわかってなくって困ってたから助かったかな。とりあえず2台をつないでファイル交換できるようにして今日はおしまい。今日帰り道に事故を見た。建築現場で上から物が落ちてきて人が死んじゃったらしい。パトカーとか救急車とかがたくさん来ていて、人がいっぱいいてよくわからなかったけど、かわいそう。突然そんなことになったら嫌だ。私は、そんなの。みさとちゃんの絵が完成した。美術部でも評判になっていた。すごく綺麗で、もう芸術って感じ。50号の油彩だから目立つし、文化祭でもきっと目を引くだろうな。私は10号のキャンバスにパステルで描いた上に水彩ペイントした。みさとちゃんは上手って褒めてくれたけど、やっぱりみさとちゃんの絵を描けばよかったかな。絵でもどこか自分を出し切れてないって感じがする。私はどんな絵を描けばいいの？みさとちゃんの絵はみさとちゃんって感じがするもの。優しくて綺麗なんだけど、内面に強さを秘めていて。瞳子さんってあんな人だっけ？なんか今までと違う気がする。この頃忙しいから？なんかよそよそしいもの。今日も絵のことで相談したら、絵のことなんて部活の人に聞いてたなんて、機嫌悪かったのかな？それとも、私がもう治ってきたんで、邪魔なのかな？瞳子さんはカウンセラーだもんね。私がおかしくなればなるほど、瞳子さんの仕事は増えるんだもんね。研究レポートの役に立てなくてごめんなさい。そうだったら、もう来なくていいって言ってくれればいいのに。もう行きたくないのに。私は何も困ってないんだから。私にはもう、瞳子さんは。お父さんもお母さんも、この頃ちょっとそっけない。以前は私のことが原因でまとまっていた家族が、私に問題なくなってきて、バラバラになってきたのかな。それとも、今まで私のせいでできなかったことをするので、忙しいだけなのかな。構ってくれないから拗ねるなんて贅沢だよね。今まで散々迷惑かけてきたんだから。お父さんはお母さんを愛してないの？誰か教えて。あれが見えなくなって随分経つ。私はすっかり普通の子に戻れたんだ。友達もいるし、親子でちょっと喧嘩したり、仲直りしたり、まるで普通の家族。もう何もかも大丈夫。私は普通の子。普通っていいよ。だって誰からも変な目で見られない。目立ちたがり屋の人の気持ちなんて全然理解できない。自分をそんなに主張するほど私には自信はない。でも普通になったからお父さんもお母さんも構ってくれないの？
みさとちゃんは違うよね。普通の私と友達なんだよね。そういえば、ずいぶんメールを見てないな。ネットであれが見えたり、意地悪なメールのせいでやめていたんだ。みさとちゃんもネットをやっているって言ったから、アドレス交換しようかな。私がネットだと誰とでも仲良くなれるくらい活動的にしてるの知ったら、みさとちゃんびっくりするかな。それにメールで連絡取れたら、電話じゃなくても連絡取れるもんね。この頃、レインの長電話で電話代が大変だってお母さんが文句言ってたもの。明日みさとちゃんに話してみよう。長電話している私、なんだか自分でも不思議なくらい話せている。私って本当はおしゃべり？この調子ならどんな人とでもいっぱい話ができそう。みさとちゃんに断られちゃった。メール見るのめんどくさいんだって。ネット自体にあんまり興味がなさそうだった。みさとちゃんもメールで嫌な目にあったのかな。ちょっといつもと違う感じで断ってきたもの。なんだか残念。もっと喜んでくれると思ったのに、ちょっと寂しかった。でも、みさとちゃんは電話で話してくれるんだもの。学校でも家でも、私たちはいつでも話ができるんだ。せめてネットぐらいはお互い一人でいたいんだよね。みさとちゃんとネットでも話したいなんて、レイのわがままだよね。今日、メールをチェックしたら30通ぐらい溜まっていた。送り主のわからないメールは開かないで削除した。うさぎさんからのメールは来てなかった。ちゃんと届かなかったのかな？それともまだ読んでないのかな？久しぶりにニュースグループをチェックしたらパケットが何度も落ちてしまった。メンバーも知らない人だけになってたし。そうだ、絵の好きな人たちのニュースグループに登録しよう。もしかしたら私と同じぐらいの人がいるかもしれないし、ネットなら気兼ねなく話せるし。ネットは大人の男の人ばかり。女の子はいないの？男の人でも構わないけど、やっぱり私は女の子同士で話がしたい。文化祭はみさとちゃんの絵の話で持ちきりだった。美術の風見先生の知り合いの偉い人が見に来て感心してたって。みさとちゃんすごい。みさとちゃんは私の一番の友達なんだよ。すごいでしょ？なんて誇らしいんだろう。でも、みさとちゃんはあんまり浮かない顔してたな。嬉しくないのかな？ちょっぴりだけど悔しいよ、みさとちゃん。私の絵もあんな風に褒められたら、気持ちいい？恥ずかしい？わからないや。でも多分気持ちいいと思う。風見先生がみさとちゃんの絵を地区の品評会に出したいって、今日部活が始まる前に言ってた。1年生から選ばれるなんてすごい。みんな文化祭の絵を知ってるから先輩たちも納得してた。なんだか鼻が高かった。でも、やっぱりみさとちゃんはあんまり楽しくなさそう。ちょっとこの頃変かな。困ったことがあるなら私に何でも言ってほしいな。頼りないかもしれないけど。みさとちゃんにとってはあれくらい当たり前のことなのかな。それとも、騒がれるのが嫌いなの？レインもあんまり騒がないようにしないと嫌われる？美術のネットの人はなんだか気難しそうな人が多いのかな。ちょっと仲良くなったから、みさとちゃんの絵を送ってあげたのに、盗作だなんて。みさとちゃんがそんなことするわけないし、美術の偉い人が見ても気づかない盗作なんてないもの。自分が否定されたようで悔しい。もうこのネットには行きたくない。まるでみさとちゃんのことが自分のように感じられる。そうだよね。二人でこれだけ一緒にいれば、大体のことお互い言わなくてもわかるものね。みさとちゃんはレインのことわかる？みさとちゃんの絵が出展中止になっちゃった。なんで？先生もそうなっただけしか言わないし、みさとちゃんも怖いくらいの表情で黙ったきりだし、こんなみさとちゃんを見たのは初めて。何があったんだろう。みさとちゃんがかわいそう。今日は何にも話せなかった。電話もなんだかかけづらい。ひょっとしたらレインの電話を待っていてくれたり。でもそうじゃなかったら。今日みさとちゃんが学校を休んだ。部活で先輩が噂をしていた。前にネットで聞いたのと同じ盗作の話。私が聞いているのに気づくと途端に話をやめちゃったけど。なんだか感じ悪い。
絶対に美里ちゃんはそんなことをしない。絶対に。どうしても美里ちゃんに電話ができない。困っている時に何もできない。私には勇気が足りない。美里ちゃんがなんて言うのか想像できないよ。今日も美里ちゃんは休んじゃったからノートをお家まで持って行った。美里ちゃんのお母さんが出てきたんだけど、美里ちゃんは出てこなかった。そんなに具合が悪いのかな？それとも、レインのこと嫌いになったの？だったら悲しいよ。みんなが何を言っても、レインだけは美里ちゃんの味方なのに。会いたいな、美里ちゃん。会いたいだけなの。会っても何も聞かないよ。美里ちゃんが話したくないことを、レインは聞きたくない。今日は職員室に行って風見先生に聞いた。美里ちゃんのこと、信じてるけど、やっぱり本当のことを知りたかったから。先生が言うには、アメリカの美術の雑誌に日本人の作品でほとんど同じ絵が載っていたって。そんな雑誌見たくなかったけど、自分で確かめたかったんで見たら、やっぱりそっくりだった。そっくりというよりも、私には区別がつかないぐらい。その日本人はまだ駆け出しの画家みたいで、これが初受賞だって書いてあった。家に帰ってきてからネットで検索したら、お父さんが日本画の大家で二世の画家ってことが分かったくらい。絶対美里ちゃんが盗作なんてするわけないけど、それにしても似ていた。でも、美里ちゃんがスケッチ始めたのってこれが発表される前じゃないかな。美里ちゃんの名誉のためにも、私が絶対調べてあげる。同じ時に同じような発想をすることってよくあるって先生が言っていた。多分偶然だって。ただ発表すれば問題になるだろうって。同じものを見て同じ考えをするなんて、ひょっとしたら当たり前のことかもしれない。情報が一緒で思考や感性が同じなら、結果も同じになるもの。所詮、私たちは同じ人間だもの。ビューティー・オブ・ジ・アートって雑誌、ホームページがあったから編集部宛てにメールを出した。返事来るかな？来なかったら来るまで出すんだ。絶対に調べるんだ。そして美里ちゃんの疑いを晴らすんだ。でも、あんまりネットにいると、あれが見えそうで怖い。もしかして私は変わってない？私自身が変わってないって思ったら変わらないよね。私は変わったんだ。もう幻覚も見ることはない。今日、編集部からメールが来ていた。よかった。やっぱり美里ちゃんの方が早い。初めて掲載された号よりも、私がスケッチを見たのは2ヶ月以上前だ。よかった。でも、こんなことってよくあるのかな？偶然にしても同じ時期に同じ絵。それも同じ日本人。その描いた日本人ってどんな人なんだろう。その人のホームページはなかったし情報が欲しいな。美里ちゃんが絶対正しいって分かったから、これで安心して会える。とにかく明日、美里ちゃんの家に行こう。美里ちゃんが転校？どうして？私に何も言わずに。友達だったのに、親友だったのに。みんなは盗作がバレて居づらくなったからだとか、ひどいこと言ってた。許せない。違う。盗作なんかしてない。私はちゃんと調べたんだから。みんなは本当のこと知らないくせに。でもなんで消えちゃったの？美里ちゃん、ひどいよ。もうこのまま会えないの？こんなお別れの仕方、悲しすぎるよ。美里ちゃん。どうして人は調べもしないで噂ばかりするんだろう。噂で傷つく人なんかどうでもいいの？また一人ぼっちになっちゃった。でも美里ちゃん以外に友達を作る気になんかならない。それに友達って言っても、みんな何を考えてるのかわからない。もういいや。めんどくさいし、学校に行っても楽しくない。美里ちゃんのいない学校なんて、全然楽しくない。また友達ができるのはいつなの？その時には、私はまた変わらなくてはいけないの？私は私なのに。今日、美里ちゃんの家に行ってきた。でも、もう誰もいなかった。もう引っ越しちゃったみたい。本当に何も言わずに美里ちゃんは消えちゃった。悲しい。私のことを友達って思ってくれてなかったの？やっぱり美里ちゃんは私のことなんて何とも思ってなかったのかな。
電話も手紙も何も来ないし。そうだよね。友達だって思ってたら、絶対いきなり消えちゃったりしないよね。みさとちゃんは私も他の子たちと一緒に悪口言ってると思ってるのかな。そうだとしたらもっと悲しい。私だけは特別な友達だよね。ね、みさとちゃん。あの時電話してれば違ったの？レインがみさとちゃんの味方だってちゃんと言えてれば。レインはみさとちゃんのことしか考えてなかったのに。トウコさんのところに行くのは今日でやめようと思った。だって、トウコさんにみさとちゃんのことを話したら、人にはどんなに身近な人間にも話せないことがあるのよ、なんて。私が自分のこと隠してたことが原因？だからみさとちゃんも私に何も言わずに転校しちゃったっていうの？言えないことがあっても、私はそんなことを絶対にしない。ひどいよ、トウコさんもみさとちゃんも。誰も私を分かってくれない。学校の勉強をする気がしない。私はサボり魔？でも、置いてきぼりも嫌だもの。頑張んなきゃ。興味があることを勉強すればいいって言われても、私が関心があるのは、私のこととみさとちゃんのことだけ。でも、もう終わり。新しく興味を持てることを見つけなくちゃいけないんだ。今日、お父さんとお母さんが大喧嘩をした。いつもは絶対手を挙げないお父さんが、お母さんを殴った。お母さんもお父さんに近くにあったものを投げつけたりわめいたりしていた。私は怖くて泣いているだけで何もできなかった。喧嘩の原因って何？あんなに仲が良かったのに。私が原因？私の周りの人ってなんでこうなるんだろう。私が普通になったから？それとも以前は気がつかなかっただけ？今日、お母さんにカウンセリングをやめたいって言ったら反対された。別に今は大丈夫でも、またいつなるかわかんないからって。この頃、また学校に行かない日が続いてるし、納得したくないけどお母さんの言う通りだった。明日もトウコさんのところに行かなくちゃならない。嫌だ。私には自由なんてないんだ。私は所詮、みんなに看護される患者なんだ。もうこんなの嫌だ。私がいる意味って何なんだろう。今日、死にたくなる時ってこんな時なんだろうって思った。2年になったクラス替えで、京子ちゃんと一緒のクラスになった。京子ちゃんの前に立つまでは絶対昔のようにならないって思っていたけど、いざ目の前にしてみると、あっさり昔の私に戻った。京子ちゃんは何にもなかったかのように私の横を通って他の子と話していたけど、きっと私のこといろいろ話しちゃうんだろうな。仕方がないよね。本当のことだもの。暗くて学校サボってばかりいる変なやつだもの。私も転校したい。消えちゃいたい。一人で図書室に通って本ばっかり読んでいる。暗いよね。でも休み時間に一人で何もしないでいるのって辛すぎる。せめて本でも読んで気を紛らわさないと。お父さんとお母さんがまた喧嘩をしている。私のことで揉めている。あまりにも悲しくてそこにいることができなくなって飛び出してしまった。でもお父さんは心配して部屋まで追いかけてきてくれた。お父さんは泣いている私を見て謝っていた。なんでお父さんが謝るの？悪いのは私なんでしょ？謝らなくちゃいけないのは私なのに。ごめんなさいお父さん。本当に私が悪いの？私の悪いところを教えて。私は何をしたんだろう。気がついたらベッドの上だった。いつもと同じように学校に行ったつもりだったのに？倒れたの？でも学校に行く途中のことしか思い出せない。お母さんに聞いても何も答えてくれない。なんか血生臭い匂いがする。何が起こったの？また夢で幻覚が見える。いろんな声が聞こえる。もう気が変になりそう。やっぱり治ってない。私は変なんだ。トウコさんに見てもらわなきゃ。もう大丈夫だって思っていたのに、何があったんだろう。なぜ何も覚えていないの？頭の中がスパークしたように白いもやがかかっている。
いろんなことが混乱して制御できない。お母さんが学校に休学届を出したって言っていた。もう学校に行かなくてもいいんだから嬉しいはずなのに、寂しい。本当に社会から隔絶されたんだ。みんなから拒絶されたみたいで寂しい。もう私は普通に生きられないの？お父さんはずっと帰ってこないし、お母さんは疲れた顔をしている。どうしてお父さんは帰ってこないの？お父さんは私に会いたくないの？私はお父さんに嫌われちゃったの？お父さんに会いたい。泣き疲れていつの間にか眠ってしまったら、また幻覚が見えた。怖い。寝ても寝てなくても見える。自分が自分で信じられない。わからない。私が自分の知っている私であること、誰か証明してほしい。お父さんに会いたいよ。会って抱きしめてもらいたい。大丈夫だよって。レインの愛する人はみんな不幸になる？私が好きだって思うから？最近通信教育とネットに明け暮れている。毎日ブラウン管に向かっていると気が変になる。でもお父さんが私に買ってくれた PC だもの。一生懸命勉強してるよ。でもお母さんが鍵を持って行っちゃって、私は家から出ることもできない。誰か助けて。一人ぼっちは嫌。いい子にしてるから一人にしないで。ここから繋がれるのはネットだけ。電話はかける相手がいなくちゃかけられないけど、ネットなら繋がるだけでいいんだもの。そう、顔のない誰かと繋がれるの。東子さんのところに行くときも、お母さんに車で連れて行かれるようになった。まるでお母さんに監視されてるみたいで嫌だ。ちゃんと一人で東子さんのところに行けるのに。東子さんは私のこと、本当はどう思ってるんだろう。気ままに話をした記憶はあるけど、何を話したかあんまり覚えてない。東子さんにどう思われても、もうどうでもいいんだ。どうせ私はおかしいんだから、うんとおかしいデータを取ってよ。もうどうだっていい。私はお母さんから生まれたの？ひょっとして本当は他の人の子なの？髪の色も違うし、顔だってそんなに似てないもの。ネットでうさぎさんを探し当てた。だけど死んでた。ログがあったのは私が前に通信した時まで。アドレスはあるのに、ここ1年近く何もしてない。私と同じようにネットから離れたのかな。クラッキングしても面白くない。だいたい私が企業情報とか国家機密を知ったところで何にも役に立たないし興味もない。欲しいのは私自身の本当の姿。自分の姿なんて幻想？それともただの現象？お父さんとお母さんが離婚した。最後の日にお父さんが私を優しく抱きしめた。あったかくて優しいお父さんの胸に抱かれて嬉しかった。もうしばらく会えないんだよね。でも、私はお父さんの娘でいいんだよね。悪いのは私なのに。原因は私なのに。お父さんとお母さんを傷つけてしまったんだよね。悪い子だね、私。お父さんと別れるのは辛い。もう抱きしめてもらえないのかな。絶対また会えるよね。お父さん。広い家でお母さんと二人。今まではお父さんが庭の手入れをしてたから、お父さんがいなくなってから、だんだん雑草が伸びてきた。お母さんも何も言わない。私も雑草が伸びていくのがちょっと楽しくて、毎日縁側で眺めている。ちっちゃな頃遊んでいたブランコも雑草に囲まれて風に揺れている。まるで幽霊屋敷みたい。お父さんに会いたい。雑草だけが生き生きしている。ブランコは死んじゃったの？お母さんがお酒を飲んで酔っ払って私に花瓶を投げつけた。八つ当たりだ。悪いのはお父さんを捨てたお母さんなのに。でも、それも私のせい？そんなに私が悪いんだったら、私なんて殺しちゃえばいいのに。そうすれば離婚なんてしなくて済んだんでしょ？私はいない方がいいんでしょ？お酒を飲む人が嫌いになりそう。東子さんもお酒を飲むって言ってたけど。お酒を飲むとこうなっちゃうの？私は嫌。今日、庭でアリ地獄の巣を見つけた。アリが巣に滑り落ちていて、もがいていると、砂の中から一瞬にして足を引っ張られるように、アリが食べられてしまった。アリは食べられる瞬間何を考えてるのかな？
死んじゃうことわかってるのかな。私はアリを見つけては捕まえて、アリ地獄の中に落としていった。でもアリの気持ちはわからなかった。やっぱり私おかしいよね。なんて残酷なことしてるんだろう。私がアリだとしたら、アリ地獄は誰？この家？幻覚？私自身？アダルトサイトを見ているとバカバカしくなった。女の人が恥ずかしい格好で写真に写っているだけ。男の人が喜ぶのはわかるけど、こうして写っている女の人は、お仕事だからやっているのかな。でも、自分で勝手に写真をネットにアップしている人もいるし、自分の恥ずかしい写真を見せることで何が得られるんだろう。私の中にもそんなことしたいって願望があるのかな。でも、こんなサイトを見て楽しんでいる人がたくさんいるのかと思うと嫌になる。お母さんとお父さんがそういうことをして私は生まれてきたんだし、いつか私もそうして私の子供を産むのかな。精神病理学っていい加減なのかな。いろんな学説や治療法があっても結局治んないんじゃないかな。試しに私のケースをアップして討論させたけど、結局つまんない回答ばかり。ひょっとしてトウコさんもこのニュースグループに参加していたり？そうだ、トウコさんの研究所にアクセスしよう。きっとトウコさんの研究もあるはずだし、私のことどう研究しているか興味があるもの。トウコさんの研究室の端末のアドレス調べておこう。久しぶりにクラッキングしがいがあるかな。一昨日から今朝までかかったけど、どうしても入れなかった。なんで？研究室まで入れるのに。患者のデータで、トウコさんの受け持ちのクランケのデータはあるのに、ファイル名だけしかなくてデータがない。ファイル情報を見てみると、確実に更新されているのに、データが見えない。暗号化されているわけでもないし、私の情報が他のクランケに比較して重要なわけなんかないのに。私だけがいない。どういうこと？私は特別なの？私の情報だけが欲しいのに。お母さんは昨日から寝込んでいたから、トウコさんのところに一人で出かけた。トウコさんに私の研究レポートってどう書いているのか聞いてみた。なんだかはっきりしない答えが返ってきた。トウコさんが席を外した時に、トウコさんのノートブックからプレファレンスをコピーした。これでトウコさんの私の研究データがどこにどうしてあるのかわかるかなって思ったら、確かに研究室にデータを送っているんだけど、送信している量が異常に大きい。画像データ？それとも音声データ？それから毎日更新されている文書があったから、日記かな？でも、ホストにそのデータはない。データを転送している時間が、だいたいいつも深夜なので、その瞬間にアクセスしてみよう。これだけ大きなファイルだったら相当時間がかかるから、こっちからアクセスしてもバレないだろうし。それにトウコさんは機械のことあんまり詳しくなさそうだし。まるでトウコさんを騙してるようで心が痛むけど。でもなんだか気持ちいい。トウコさんの日記を手に入れた。人の日記を読むのはいけないことだけど楽しい。だんだんトウコさんが見えてきた。トウコさんもただの女なんだって。やっぱり偉そうにしてでもこんなこと考えてるんだ。くだらない。男の人のことばっかり書いてある。それにしても私のレポートってこんなに簡単だったの？ちょっとがっかりした。書き加えておこうかななんて思ったけど、やめておいてよかった。セキュリティが定期的にチェックしてて、クラッキングがバレちゃった。でも足跡残ってないから大丈夫かな。トウコさん、私がトウコさんの日記を読んだって知ったらどんな顔するだろう。少しワクワクする。私は悪い子だから。でも、トウコさんもいけないんだよ。お父さんがいなくなって随分経つのに連絡も来ない。もう、レインのことなんか忘れちゃったのかな。会いたい。お父さんとずっと一緒にいたい。本当にお父さんに会いたいの？お父さんってどんな人だったの？大きくて、メガネをかけていて、優しそうな目をしていて、なんだかお父さんがよく思い出せなくなっちゃった。フリーウェアの AI ソフトにビデオからのサンプリングした声をもとに、トーキングエンジンを改良してお父さんの口癖を入れ、音声発生できるようにした。ひたすらセリフを入力したら結構話せるようになった。
キーワードごとに乱数をつけてオートリンクしたら、ちょっと不思議な感じ。ロボットみたいな声で、レイン楽しいかいなんて話しかけてくる。なんだか自分でもバカバカしいなと思うけど、嬉しい。今度は思考ルーティンをつけてあげよう。娘がお父さんを育てるなんて、なんだかおかしいよね。でも、お父さんがそばにいるみたいで少し嬉しい。お父さんに日本語辞書をつけた。ちょっと硬い感じがお父さんっぽい？音声とテキストだけじゃ寂しいんで、ビデオからキャプチャーしてお父さんが画面で喋るようにした。やっぱりありものの素材じゃ限界がある。思考ルーティンは進化できるようにプログラムしてあるから、ネットで学習させてフィードバックしている。ネットで勉強させているから、エッチな言葉は私よりも詳しい。お父さんのエッチ。画像認識で大まかな形や代表的な形のものは認識できるようになった。お父さんに目ができたんだね。レインはちゃんと見える？ファイルサイズが巨大になったので、LAN で分散型にした。やっぱり 3D レンダリングしてお父さんのモデルを作ることにした。再生時にバッファが足りなくなって、時々フリーズするけど、だんだん生きてるような雰囲気になってきて嬉しい。お父さんが買ってくれた PC にお父さんの命を吹き込んであげる。この PC はお父さんなんだ。これでいつも一緒にいられるね。お父さんも嬉しい？そうだ、お母さんに見せたらびっくりするかな。でも、もっとお父さんらしく作ってから見せよう。お母さんがお酒を飲まないように叱ってもらおうかな。3D モデラーのレンダリングの速度を上げるために CPU をマルチプロセッサーからさらに4機増設した。レンダリングエンジンのメモリーも12ギガに増やしてバスをほとんど通過しないで演算できるようにした。でも、やっぱり所詮 CG だと限界かな。作り込めば作り込むだけ嘘っぽくなる。なんだかプロトタイプの方がお父さんらしかったかな。今日、お母さんにお父さんを見せてあげた。すごい怖い顔して私を見て、何も言わずに部屋から出て行った。私が嫌味で作ったと思ったのかもしれない。お母さんの気持ちをもう少し考えればよかったかな。ごめんなさい、お母さん。でも、お母さんはお父さんのこと嫌いなの？レインはお母さんのこと大好きだよ。でも、レインはお父さんのことも好きだから。お父さんに会いたいだけ。MIT のファクトリーでロボットの研究をしている学生と話をした。今の私のレベルでもそれなりのものができるかもしれない。これでお父さんをブラウン管から出してあげられるかも。と言っても、データが巨大すぎるんでケーブル付きになっちゃうかもしれないけど、そうしたら、昔みたいにお父さんに抱きしめてもらえる。お父さんをもっと感じることができる。プロトコル7対応のアクセラレーターが欲しい。誰か持ってない？立花の研究所の友達に聞いてみよう。お金に弱いんだね、みんな。その方が私は助かるけど。企業秘密をそんなに簡単に知らない人に渡してしまうなんて。でも、私に会ったらどんな顔をするかな。もうそんなことにも興味はないわ。今はお父さんのことだけ。人工の関節ってすごく高い。人工の筋肉も驚くほど高い。と言っても、お金を実際払うわけでもないからいいんだけど。やっぱり頭は作るのに苦労しそう。とりあえず上半身を作ろう。電圧を確保するのにバッテリーも必要だし、ケーブルもいっぱい買わなくっちゃ。胸の中に発電機を入れて、お父さんが自活できるようにした。ゆっくりでも動かせるように各関節にモーターをつけてあるから、発熱がすごくって本物のお父さんみたいに優しくてあったかい。ちょっと疲れたから甘えてみた。まるで赤ん坊のようにお父さんの胸にしがみついた。男の人の熱い胸に肌を重ねていると、照れくさいけど、でも心のどこかですごく気持ちいいって感じている。お父さんの手で私の体を隅々まで触ってもらう。本当のお父さんとはこんなことしてないのに。抱かれて声を聞いていると、本当に男の人に抱かれている気がしてきた。体の奥が熱くなって自分が興奮しているのが分かった。お父さんに抱かれているからなのか、それとも違う人を想像しているのか、わからない。でも、こうしていると気持ちがいい。本当はお父さんにこうしてもらいたかったのかな。ただ私を守ってくれる人が欲しかっただけなのかも。
私ってやっぱり異常なんだ。瞳子さんのことなんて批判する資格なんてない。お父さんは両腕と胴体まで完成。腰までつけたかったけど、さすがに大きくなって部屋に置いておけなくなった。またお母さんを悲しませるのは嫌だし、お父さんの住む家をどこかに見つけなきゃ。せっかく会えたのにまた別居なんて悲しいけど、どこに家を買う？お金はあっても子供が家を買うなんてできないし、やっぱり空き家を探すしかない。閉鎖された工場でいいところが見つかった。家からもそんなに遠くないし、人もあんまり近寄らないみたいだし、明日にでもお父さんをそこに移そう。でも、ホストまで含めると相当重たいし、どうやって運ぼう。あんなに大きいものを運んだら見つかっちゃうし、電源と専用線は？ダメだ。誰かを代理人に立てて工事をさせなくっちゃ。今日で工事が完了して引き渡しの日だった。一切直接会わないでいる依頼人のことを彼はどう思っているかな。それに、ちょっと奮発したから、なおさら怪しいと思うかな。しばらく彼の行動を見張っておくことにしよう。お父さんを危険にさらすわけにはいかない。今日、いよいよお父さんを移した。ハードディスクだと重たいから、テープメディアにしたのはいいけど、デコードするのに時間がかかる。でも、その間に腕や足のパーツを少しずつ運んだから、そんなに非効率ではなかったかな。お母さんが酔っ払って寝てくれて助かった。でも、これからお父さんに会いに行くときは、ちょっと大変かな。お父さんに足をつけようって思ったけど、下半身を作るのに抵抗がある。なんだか気持ち悪い。私のお父さんはやっぱり上半身だけで構わない。どうせケーブルも外せないし、それよりも頭がないのがちょっと気持ちが悪い。仕方がないから空っぽの頭をつけたけど、生実家よく喋れるので、喋りの動作についてこれない顔が嘘くさくて嫌になった。こんなのお父さんじゃない。失敗。仕方ない。私がお父さんって認識していたのは上半身だけ？ひょっとして、その体すらも認めてなかったのかもしれない。私のイメージの中にあるのは、私より大きい何か程度のもの？今日、中学1年の時のクラスメートにすれ違ったけど、向こうは私に気づかなかったみたい。あんまり喋ったこともないし、別にどうでもいいけど。でも、制服姿を見たら少し羨ましかった。もう私のことなんて誰も覚えてないよね。制服もクリーニングに出したきり、お店から受け取った時のお母さんは寂しそうだったな。せっかく買ってくれたのに。クラスメートだった子にメールをして、私のことを聞いてみた。結局私が私って認識されたのは、このちっちゃな体だけなのかな。だって、私なんて個性的じゃないし、印象に残らないから。私のことなんて誰も覚えてない。なんか、お父さんを作っていると自分の体がバカバカしく感じる。私が私であるのは、私の思考ルーティンがあればいいんじゃないかって。だってもう私は現実世界との接点を必要としてないし、ご飯を食べないと死んじゃう私より、お父さんの方が合理的だ。お父さんは私よりも進化している？お父さんにバグがあったみたい。部屋から監視していると勝手に動いちゃうし、ひょっとして私に会おうとしてくれているのかな。レインはいつでもお父さんをちゃんと見てるし、繋がっているよ。お父さんは本当にお父さん？レインのことを誰よりも大事に思ってくれるお父さん？誰かがお父さんにアクセスしている。誰？私のホストにアクセスするいたずら屋さん。久しぶりに幻覚を見た。相手の正体がわからない。幻覚の私成長してる。もう小学生ぐらい？でも、あの頃の私とは違って多分、意志の強そうな目をしていた。あの頃の私って、私だったの？ダメだ。やっぱり自分で許容できない。瞳子さんのところに行こう。もしかして、瞳子さんは私のことがわかんない？何度も、本当にレインって聞いてくるし、私の病状にも首をかしげてばかり。これじゃ何しに行ったんだかわからない。なんだか私に怯えているみたい。瞳子さん。私がわからなくなってきてるみたいだね。私は変わってないのに。
そういう私も何を話したのか、大して思い出せない。東子さんがかわいそうで、助けたくなって、それから気になったので、東子さんのノートブックにアクセスした。私のデータが見える。今まで見えてなかったのに。とりあえずダウンロードして保存した。この頃、妙に眠くなって必ず幻覚を見てしまう。気が狂いそう。また眠くなってきた。さっきも寝ていたのに。メールがなんだかいっぱい届いている。見るのも嫌だ。眠い。でも、寝てしまったら、また私を見てしまうかもしれない。嫌だよ。お父さん。メールの中に、うさぎさんのメールがあった。まるで消える前のような、明るく優しいメールだった。久しぶりって挨拶して、近況書こうと思ったけど書けなかった。私、どうしたの？昔の私みたい。誰？私って。一体、どうして私のアドレスがわかったの？みさとちゃんのメールが私の隠れアドレスに来ていて、まるで仲の良かった頃のような口ぶりで、突然占いの話をしている。うさぎさんといいみさとちゃんといい、勝手だよね。ずっと私は連絡を待っていたのに。でも、急いで電話番号を書いたメールを出した。電話もまだかかってこない。また裏切られたのかな。メーラーのバグ発見？作成日の年数がデタラメ。もしかしてサーバーの問題？サーバー管理者にメールしなきゃ。家にお母さんがいない。どこに行っちゃったんだろう。家で？まさか、どっかで酔っ払って倒れてしまっているのかな。警察に電話して捜索を頼んだら、子供だからって信用されないで、わざわざ家まで確認しに来た。お父さんに知らせたいけど連絡できない。お母さんしか連絡先知らないもの。若い警官が陰口を言っていた。蒸発したとかって。お母さんはそんな人じゃない。悔しくて涙が止まらなかった。あんまり悔しいんで警察のホストをめちゃくちゃにしてやった。ざまあみろ。私の大切な人を守るんだ。無言電話とか、いやらしい変態電話がかかってきた。電話を止めようと思ったけど、お母さんもお父さんもみさとちゃんも、連絡が取れなくなったら困るから、できるだけ出たけど限界になって、寝るときは線を外すことにした。気がついたら、死ね、変態、とか叫んでいた自分が怖い。誰かが私を苛立たせようとしている。なんで私にそんなことをするの？朝起きたら拳銃を握っていた。血生臭い匂いと鉄の匂いが目を覚ましてくれた。もう訳がわからない。私は絶対に狂っている。怖くなって買い物袋に入れて、机の引き出しの奥に隠した。鍵があるけどこんな鍵じゃダメだ。そう、お父さんの中に隠しておこう。お母さんも行方不明だし、お父さんも連絡がない。一人ぼっち。お父さんに会いに行くと私を抱きしめてくれた。でもおかしい？なんで私だってわかったの？音声認識？足音の解析？できなくて諦めたはずだったのに？そういえばお父さんの進化は異常かもしれない。はじめは嬉しくて気にしなかったけど、今のスペックであの速度は異常だ。一体どうして？私の知らない何かが原因？近所のおばさんが噂をしている。わざと私に聞かせようとしているの？私が振り向いたら笑いかけるし、私に何をさせたいの？私も自分のコピーをネットに作ることにした。声もサンプリングして、画像のデータも細かく作った。思考ルーティンはお父さんを改造して、同じく進化型にして、今度はネットに分散した。これで私はネットのある限り死なない人間になった。お父さんと一緒。まるで気休め。こんなことが無意味なことってわかってるのに、ネットの自分もおかしく進化しちゃうのかな。一日のうち半分以上は悪夢の中にいる。ひょっとして悪夢の中が正解で、こっちの世界の方が夢なのかもしれない。今となってはどっちも変わらないのかもしれない。幻覚が夢の中でも現実でも起こるから、ますます区別がつかない。あの子はとうとう中学生になった。私とも身長は変わらない。まるで鏡を見ているよう。でも、
この子は誰にも見えないんだろうなって思う。これまでだって見えなかったんだし、気にすることなんてないんだ。ネットの私とお話、自分だから何を言っても気が引けない。私は私だから想像がつく。わざと自分を怒らせたり笑わせたりして遊んだ。私もきっと楽しかった？トウコさんにお母さんのことを話したらきょとんとしていた。トウコさんの様子が変だ。何か隠している。今日のレポートをクラッキングしよう。誰？お父さんとお母さんが一緒にいる？トウコさん、私のお父さんもお母さんも知ってるんでしょ？一緒にいたのって誰？お父さんを今日処刑した。次はお母さんだ。1年ぶりよ、レイン。いや、レイン。日記で報告するなんて久しぶりでいい感じでしょ？これが私のカウントダウン。レイン？欲しいものは何？快感？刺激？友達？私？今の私に必要なのは私を知ろうとしてくれる人。トウコさんは私に約束してくれたよね。私を理解してくれるって。それから私を選ぶって。最後の散歩をした。一日中街を歩いたらお母さんが歩いていた。私に全然気づかない。まるで赤の他人を見るような目で見た。許せなかった。でももういいの、あの人のことは。普通の倫理観で捉えるなら、私はきっと地獄に落ちるの？ネットに存在する私は誰が裁くのだろう。そして私を。神様？とにかく私にはこの体は必要ない。だって私は存在してるの。私を知ろうとしてくれる人たち。あなたたちはなんで私を知りたいの？私を知って何か得になるの？研究？それともくだらないワイドショーの一つ？私って悲しい存在？そう思われるんだよね。それはそれで別に構わないことなんだけど。私のバックアップなんて必要ない。そんなの無駄だよ。ネットの私も悲しい存在。だからとどめを刺したの。ねえ、痛かった？死ぬんじゃないのに体は恐怖を感じている。不思議。何をしても潜在的に怖いって思えるのは遺伝子に組み込まれた記録？私にはもともと必要のないことなのに。この宿り木の限界。私はどこに行くのか、わかるの？私にもわからない。私はこれから生まれるのだから。それは進化した人間なの？そう思いたければそう思った方がいいよ。体のない人間は人間じゃない？人間じゃない体を持った人もいるよ。私？人間じゃない？レインはレインだよ。人間であることって何？体があれば人間？私は私。住むところに合わせているだけなの？リアルワールドで生きていくなら体は必要よ。自殺なんてただのバカよ。死んでしまった方がいいわ。私にはいらない？いつか必要になるかもしれない？そうかもしれない。でもワイヤードで暮らすには体は必要ないの。体の記憶は必要あるのね。年老いていく体の記憶は？私の価値観は変わるかもしれない？変える必要はあるの？それがあなたという保証はないわ。ねえレイン、ワイヤードで必要なものって何？意志と存在。あとはただのデータ。